すべての真実がそこにあるわけではないが、話していきましょうということでね。また、いつも通り、アニメージュの方で、半四にゃしゃ姫2の章の記事がありまして、なんと今回は、菱田監督がね、いろいろ語ってくれましたので、その情報、見ていきましょう。まず、ありましたのが、陸に関しての話。やしゃ姫47話のキリン、オサムとの戦いで、角に戻ってしまうも、最終話では無事復活を果たしたわけなんですが、なんと陸さんっていうのは、あのまま消滅する案自体はあって、監督自身も消滅派だったよと。具体的にはですね、記憶は失うが、カイという別人として蘇る案とか、スタッフ内でもいろいろ意見がね、分かれていたんですけども、最終的には、このね、高橋留美子先生のトワがかわいそうという言葉から陸は復活する結末となったみたいです。で、今回はその陸さん生存ルートの話だったわけなんですけど、それ以外にも、汎用なしゃ姫2の章自体が、関係各所と意見を議議論を交わし、スタッフ同士で火花を散らしながら制作していったんだってさ。だからこれが原因で、なかなかヤシャ姫っていうのは全体通すとね、難しいストーリー展開になってしまったのでは、という、意見がね、ちらほらあったりしたんですけども、ここら辺もね、本当実際に何かしらね、アニメ制作に関わったものにしかわかんない世界が、あったりするのかなという、ところですね。そして、リクのところでもう一つ、なんとリクとそっくりなキャラクターとして、カイとクーっていうのが、出る予定があったみたいなんですが、これは多分、いろいろね、ヤシャ姫2の章始まる前からですね、問題残ったままだし、リクさんもね、いろいろ、抱えたままですので、その状態で二人も新キャラ出すの難しいっていうことで、なくなってしまったのかなと。しかし名前だけはこのカイっていうのをね、ちょっと借りまして、復活したというところみたいですね。だからその1の章終わったあたりで、情報としてあった、ヤシャ姫たちに犬ヤシャとカゴメのような運命の出会いの相手がいるっていうね、話があったんですけど、これがそのトワに対してのリクがそうだとするならば、セツナとモルハのね、相手がこのクーとかカイだったのかもしれませんね。続いて、最大の謎である時代樹の精霊がですね、これ黒幕として戦うアイデアもあったというね、ちょっと、話がありまして、そもそも殺生丸やリン、ゼロとのこのいざこざに時代樹さんっていうのはすごいね、関わっていたのかなというのがあったり、トワを現代に飛ばしたのも時代樹の意思でしたよ。そして、末法麻酔が起きてしまうにもかかわらず、ヤシャ姫たちだけをね、時の風車の元に向かわせたりしていたりと、いろいろとね、その物語の根幹に、時代樹の精霊関わっておりましたので、十分その考え方によっては完全に黒幕、諸悪の根源として、この時代樹の精霊が君臨し、戦うというね、選択肢もあったのかなというとこだけども、倒すわけにはいかなかったというだけ、あるんですが、これはその犬夜叉でも、重要な存在であった時代樹、そして姿だけとはいえ、義教を敵にするならば、それなりの理由がね、絶対必要になってくると思いますので、それができないならば、倒すわけにはいかなかったのかなということだと思われます。次に、生まれた時は服を着ていたのに、最終話でのリクだったり、キリン・オサムが井戸から出てきた時は、全裸だった理由についてもね、ちょっと語られておりましたので、見ていきたいんですけど、これはやはりリク誕生の時は、ゼロ、リオンがその場にいたため、キリン丸が気を使って操作したんではないかという、話みたいです。一応この時さ、犬の大将に敗れた直後で、だいぶキリン丸さん、荒れに荒れていたと思うんだけど、そこの紳士の気遣いはね、たみたいです。そして、キリン・オサムが人の体となり、骨食いの井戸から出てきたのはいつの時代なのかというところがありまして、それが監督の言葉的には前作犬夜叉でカゴメが戦国時代と現代を行き来していた平成の時代で生まれたような風にね、言ってるっぽいんですが、それとは別でね、ちょっと年表が書いてあるんだけど、そっちだと、タイミング自体はカゴメさんがね、行き来していたとこなんだけど、その戦国時代の方で誕生している感じにね、書いてあるんですよね。だからその犬夜叉たちが至高の玉を、求めて大冒険しておりましたよと。もうその時に、すでに世界のどこかにキリン・オサムさんいまして、で、このキリン・オサムがね、誕生したシーンがね、作中にあったんですけど、これも現代から500年前の戦国時代の風景と、なってしまうんですが、そうなるとね、ちょっと、おかしいというか、井戸ってこの時すでにもう戦国時代の時はボロボロなのかなとか、この時代に、キリン・オサムがいたとなりますと、その幼霊長がね、どうだという問題があったタイミングでは、この戦国時代にキリン・オサムさん2人いるっていうことになるので、どうなっちまうんだのは
あるんだけども、一旦そこ置いといて、その後、ゼナでありましたので、どこかで服を調達し、世界中の風景を回り、冷暗時代では聖ガブリエン学園の英語の教師へと、本当はね、これ歴史の教師になりたかったわけなんですが、自分の知る事実と違う歴史が、令和ではね、違う歴史が伝わっていましたので、この嘘をね、教えたくないということで、英語教師になったのかなという話。だからその過去の歴史を知っていたとか、この教師になることができたってところは、カゴメがいた平成に生まれていたとしても、頑張ればできるかなというとこだけど、その500年前からだと、よりね、深みがあるかなってところはある。これもですね、また漫画版で、新解釈を入れて明かされていくと思いますので、それをね、楽しみにしたいかなと思います。続いて、またね、ちょっとリクさんの話になっちゃうんだけど、47話でリクはトワのことこれ本気で殺そうとしていたというね、話がございました。そもそもリクっていうのは愛する者しか殺さないっていうのを信条にしていたんだけど、これはどうやらゼロの受け売り。おそらく色の大将が亡くなった時に、ゼロさんが話していた愛する者は美しく消えてしまうっていう言葉をリクさんが曲解してしまったのかな。だからそれぐらい誰かを愛すること自体を、理解していなかったのが理由だと思われるんですが、42は崩壊する時の風車で、リオンがキリンマンに迫るもとどめをさせなかったのを見ます。これで、リオンは父を愛しているということと、愛する者を殺すなんてできないんではないかと、リクさん、少しね、気づき始め。47話でリクがトワに襲いかかったシーン。これが僕前、完全にそのキリンオサムを油断させるために演技として襲いかかったんではないかと話させてもらったんですが、実際はその本気で愛するトワを殺そうとするもできなかった。だから愛する者を殺せないっていうのをやっと理解できたシーンともね、読み取れるのかなというわけでございます。そして、最後にですね、気になる今後についての話があるんですが、例えば最終話でトワ、セツナ、モロハがリクと共に妖怪大使の旅へと向かっていったんですけど、その後はどうしたのか。依頼自体はね、すぐ、終わっていましたので、そのまま、里に戻ったのか、それともセツナが言っていた通り、さらに強くなるための旅をね、続けていったのか。そして、とはリクの恋の行方ですわな。先ほどもありましたけど、47話の別れで愛していることをとわに伝えたものの、そのね、答えというか、結果的にどうなるのかとか、そしてもう一つ恋の行方で言いますと、翡翠と刹那の関係も、最後翡翠が刹那に片思いをしているような終わり方ではあったんですけど、ここもね、どうなっていくんだとか、モロハだけね、そういう明確な恋のフラグがなかったわけですけど、そこもね、どうなんだよというようなね、話、ここまとめてになるんだけど、監督さん曰く、視聴者にね、自由に、こうなるんではないかと想像してくださいという話みたいです。ここら辺はね、明確にするよりも、そうよねっていうのはね、ちょっと大前提としてなんですが、個人的なちょっと話させてもらうと、恋がどうなるのかというよりもですね、この家族の話とかがヤシャ姫メインになっておりましたので、まずはその家族の時間をね、もうゆっくり、取り戻してもらいたいかなというところでね、今回はこの汎用にシャ姫2の章監督の菱田正和さんからのですね、いろいろわかるような、もっとね、いろいろ教えてほしいところもあるのかなという、インタビュー記事の話でございました。で、おそらくまた、1の章でもあったように、2の章公式ガイドブックっていうのが出ると思うんだけど、出るよね。一応目安としての話ですが、前のガイドブックが1の章が終わった後、7ヶ月後ぐらいの10月に、出ていたんだけど、これがね、その2の章始まるタイミングに合わせていたともね、十分考えられますので、とりあえずね、この7ヶ月後をとりあえず目安としまして、発売楽しみにしたいなと思います。それでは、ありがとうございました。